レニングラード、その名は今やサンクトペテルブルクとして知られるが、第二次大祖国戦争の激動の中で、ソ連西部の要衝として光り輝いた都市である。工業の中心であり、鉄道と水路が交差する交通の要所であったこの町は、北に広がるボルガモール湖、すなわちラドガ湖を介した唯一の外部支援路、スタラやルーシャ、ドロガ、通称、生命の道によって、遠く離れた同盟国からの物資供給を受けていた。しかし、1941年6月22日のバルバロッサ作戦開始と同時に、ナチス、ドイツはこの重要拠点を封鎖しようと画策した。ドイツ軍は東側から、フィンランド軍は北側から進撃し、二重の包囲線を築くことで、レニングラードへの兵站と市民生活を完全に断ち切ろうとしたのである。包囲は1941年9月8日に正式に始まり、合計872日、すなわち2365日間続いた。この期間は、第二次世界大戦史上最も長期にわたる都市包囲戦の一つであり、犠牲者数は推定で150万人以上に上るとされる。空港は破壊され、兵器や食料の供給は途絶え、市民は極度の飢餓と凍結にさらされた。特に冬季には氷上輸送路が唯一の命綱となったが、氷の厚さは変動し、輸送できる物資は限られ、日々の配給はパン 125g という極端な不足状態に追い込まれた。フィンランド軍はレニングラード北部の領域を占領し、包囲をさらに強固にした。その結果、国際な援助はほぼ不可能となり、唯一残された救済手段はラドガ湖上の氷上輸送路だった。この生命の道は、冬季に凍結した湖面を車両が走行できるように整備されたが、輸送能力は1日平均600トンに止まり、都市全体の必要量を賄うには程遠かった。多くの補給船はドイツ軍の空襲に遭い、氷上で沈没するケースも頻発した。結果として、飢餓は急速に深刻化し、市民の死亡率は天文学な数字に達した。それでもレニングラードの人々は小めせず、生き抜くための独自の戦略を編み出した。市内では、インメンス、フォーティスと呼ばれる民衆防衛隊が組織され、各家庭が協力して暖房用の焚き木を確保し、炭火で料理を続けた。地下鉄の駅構造物は防空壕として改装され、数千人がそこに身を潜めた。また、子供たちは学校で簡易な栄養教育を受け、限られた食料を最大限に活用する方法を学んだ。市民は互いに助け合い、食料の分配は原則として平等に行われたが、党幹部や軍関係者が優先に配給を受けるという不公平も指摘され、内部での不満が噴出したこともあった。ソ連軍は包囲を解くべく、シベリアからの増援部隊を投入した。厳しい寒冷と凍土の地形を克服しながら、シベリア増援軍は北方からの圧力を強め、ドイツ軍の補給線を狙った。1944年1月27日、ついにレニングラードの包囲は解かれ、長い闘争は終焉を迎えた。この解放は、ドイツ軍の進撃を遅延させたレニングラードの抵抗が、ソ連全体の反攻に有利な局面を創出したことを示す象徴な転換点であった。しかし、勝利の裏側には計り知れない悲劇が横たわっていた。死者は単なる数値では語り尽くせない。寒さと飢餓により、1日平均3000人から4000人が命を落としたとされ、墓地は埋葬の限界を超えていた。多くの遺体は無記名の集団埋葬地に埋められ、後世に伝えるべき個々の名前は失われた。生存者の証言によれば、凍える夜に暖を取るために焼いた木材は、時に貴重な食料と交換されるほどの価値を持っていたという。彼らは、生の道の氷上輸送が途絶えるたびに、絶望と希望の狭間で揺れ動いた。包囲戦の歴史評価は、時代とともに変容してきた。ソ連当局は当初、犠牲者数を67万人と公式に発表し、英雄抵抗を強調した。しかし、この数字は軍人と民間人の区別が曖昧であり、実際の死者は80万人以上、さらには100万を超えるという研究者の推計も存在する。ドイツ側の報告書は逆に犠牲者数を過大に見積もり、
100万以上と主張したが、こちらも戦略誇張が疑われる。資料の信頼性は、記録の破棄や改ざん、政治圧力による変更が影響しており、正確な統計は未だに確定できていない。戦略判断についても再評価が進んでいる。スターリンはレニングラード防衛において、指揮官を頻繁に交代させ、ジューコフ司令官は、死守命令を徹底し、市民の避難を禁じた。この姿勢は、市民を盾にした防衛と批判され、ジューコフ自身の発言として、生きていても役に立たない者は死ね、と伝えられることもある。一方で、ドイツ軍は包囲を長期化させることで飢餓作戦に依存し、最終には戦術成功は得たものの、戦略意義は失われた。ヒトラーはレニングラード攻略を断念し、飢餓による破壊を指示したが、これが逆にソ連軍の抵抗意志を高め、1943年のイスクラ作戦で包囲が部分に崩れた要因となった。現代の歴史家は、レニングラード包囲戦を英雄抵抗の象徴だけでなく、無意味な犠牲の悲劇と位置づけ直している。デイビッド・グランツは、ソ連軍の防衛は戦術には成功したが、戦略には民間人の大量犠牲という代償を払ったと指摘した。また、国際社会はこの包囲戦を人道に対する罪と認定し、欧州議会は2019年に決議を採択した。さらに、ソ連側の指導層も市民の避難制限や配給の不平等といった問題点が批判され、ジューコフの英雄化は再考を迫られている。資料の再解釈と新たな研究は、デジタル人文学の進展とともに加速している。ロシア国立文書館やサンクトペテルブルク市文書館に保存された未公開の日記や手紙は、個人の飢餓体験を明らかにする可能性を秘めている。GI、地理情報システムを用いた分析では、物資輸送路や死者の分布が可視化され、実際の物資不足の程度が数値に示された。さらに、口述史プロジェクトとして収集された1000人以上の生存者証言は、デジタルアーカイブ化され、後世への貴重な遺産となっている。しかし、歴史認識のギャップは依然として大きい。ロシア国内ではレニングラード包囲戦は英雄都市として称えられ、犠牲者数は過小評価される傾向が続く。一方、欧米の教科書では人道悲劇として描写され、政治影響下の歴史解釈が問題視されている。プーチン政権下では、包囲戦の英雄側面が強調され、ジューコフの功績が美化される一方で、犠牲者の実態を掘り下げる研究は、反ロシアとみなされ、学者への圧力が報告されている。ドイツ側はナチスの戦争犯罪として認識しているが、具体な責任者の追及は進んでおらず、フィンランドは自衛の名目での参戦を主張し続けている。時間の経過とともに、生存者は高齢化し、2020年代にはほとんどが90歳以上となり、数は急速に減少している。最後の生存者が亡くなると予測される2025年以降、口述資料の収集は緊急課題となる。若い世代の関心も薄れつつあり、2020年の調査では18歳から24歳のロシア人の3割が包囲戦の詳細を知らないと回答した。歴史教育の見直しと、客観事実に基づく教育内容の充実が求められている。今後の課題は4つに集約できる。第一に、未公開の一次資料の発掘とデジタル化を進め、個人の体験を包括に記録すること。第二に、ロシア、ドイツ、フィンランドの研究者が共同でデータを横断に分析し、犠牲者数の統一推計と戦争犯罪の責任追及を行うこと。第三に、政治影響を排除した歴史教育を確立し、学生が多角視点からレニングラード包囲戦を学べる環境を整えること。第4に、生存者の証言をデジタルアーカイブとして永続に保存し、次世代へ継承する仕組みを構築することだ。レニングラード包囲戦は、都市防衛の限界と人間の尊厳が試された歴史瞬間である。英雄抵抗の背後に潜む無意味な犠牲を忘れず、戦争の悲劇を二度と繰り返さないために、私たちは事実に根ざした真実の探求と記憶の継承に努めなければならない。
レニングラードの凍える街角で灯された小さな灯火は、暗闇の中で揺らめく希望の象徴であり、その光は今もなお、歴史の闇を照らし続けている。レニングラードの凍える街角で灯された小さな灯火は、暗闇の中で揺らめく希望の象徴であり、その光は今もなお、歴史の闇を照らし続けている。その灯火が最初に灯った瞬間を記録したのは、当時に10歳だった青年画家、アレクセイ・ペトロフである。彼は自らのスケッチブックに、光を行き交う貨物船の影と、燃え盛る焚き木ストーブの前で食事を分かち合う老夫婦の姿を走り書きした。その絵は戦後すぐに地下出版物として配布され、密かに広まったが、公式には長い間封印されたままであった。ペトロフの作品は、1990年代に民間の美術館が発掘し、展示されたことで再び注目を浴び、現在では国内外の展覧会で巡回されている。包囲が始まってから3ヶ月目に起きた白夜の奇跡と呼ばれる出来事は、未だに語り継がれるエピソードである。1941年12月の極夜が続く中、湖ラドガの氷面は厚さ2メートルを超えて固まり、北部のフィンランド軍が予期せぬ大規模な突撃を試みた。しかし、氷の下に潜んでいたソ連海軍の潜水艦隊が、氷層を砕く爆薬を投下し、突撃部隊の進路を遮断した。この作戦は、指揮官のミハイル・サバチェフが即席で考案したもので、兵隊線を守るための最後の手段として実行された。結果として、約5000人のフィンランド兵が凍死または負傷し、包囲線は一時に緩和された。この事件は、後に映画、氷の壁として脚本化され、国際映画祭で称賛を受けた。食料不足の中で生まれた独自の料理法も、包囲期間中の創意工夫として評価されている。市内のパン屋が残したわずかな小麦粉と、廃棄された魚の骨を混ぜ合わせ、炭火でゆっくりと焼き上げた、コップンパンは、栄養価が高く、飢餓に苦しむ市民にとって貴重なエネルギー源となった。また、寒冷地特有の根菜類、ビーツやカブを塩漬けにし、数ヶ月保存できる塩漬け根菜の技術は、後のソ連全土で標準な保存方法として採用された。これらの食文化は、戦後の農業政策にも影響を与え、食料自給率向上の基礎となった。包囲解除後の復興計画は、ソ連最高指導部が掲げた偉大なる都市の再建、構想の中心に据えられた。まず、被害を受けたインフラの復旧として、破壊された電力網は新型の高圧送電線で再構築され、戦前の2倍以上の送電容量を持つシステムが導入された。さらに、道路網はラドガ湖周辺に新たな橋梁を仮設し、交通の要所を結ぶことで物流の円滑化を図った。特に1945年に完成した星形橋は、当時の技術者が手がけた中でも最も大胆な設計と評価され、現在でも観光名所として多くの訪問者を迎えている。復興の象徴として建設された勝利記念塔は、1946年に着工され、1950年に完成した。塔の内部には、包囲中に失われた市民の名前を刻んだ銅板が数千枚埋め込まれており、訪れる者は一枚一枚を撫でながら玉祈りするという儀式が定着した。この塔は、単なる記念碑に止まらず、毎年5月15日に開今、この場所では光の祭典が催されています。町の中心部隊には全国から合唱団が集まり、静かに、けれど強く、平和への祈りを歌い上げています。芸術の世界においても、あの過酷な包囲の経験は、多くの作家や音楽家たちの心に深い刻印を残しました。作曲家のドミトリー・ショスタコービチは、1942年に完成させた交響曲第7番、レニングラードを通じて、絶望と希望という、決して相入れない2つの感情を音楽に封じ込めました。この旋律はソ連国内に止まらず、西欧諸国の主要なオーケストラでも演奏され、戦争という悲劇と、それに小込しない人間の不屈の精神を世界中に訴えかけたのです。文学の分野では、
作家のアナトリー・クルツェビチが綴った短編小説集「氷の中の声」が注目されました。包囲下で生きる子供たちの無垢な視点から描かれた物語は、読む者の心に深い感動を呼び起こしました。これらの作品は戦後の教育課程にも組み込まれ、次世代へと記憶をつなぐための大切な教材となっています。政治な視点に立つと、包囲戦で得た教訓が冷戦時代の防衛政策に大きな影響を与えたことは無視できません。1950年代に制定された都市防衛法では、都市部で維持すべき食料備蓄の最低基準が厳格に定められました。人口10万人あたりに、どれだけの米と肉を備蓄すべきかという具体な数値が規定されたのです。さらに、地下シェルターの建設が義務付けられ、地区ごとの避難計画が策定されました。これらの制度は、後の核戦争という最悪のシナリオに備えるための基盤となり、ソ連崩壊後もロシア連邦の防災計画へと受け継がれていきました。国際な視点から見れば、レニングラード包囲戦は人道支援の先駆な事例として評価されています。1942年に設立された赤十字救援委員会は、スウェーデンやスイスから医療物資を調達し、包囲された町の病院へと届けました。特にスウェーデンから提供された血液保存液は、輸血の成功率を劇に向上させ、戦場で傷ついた兵士や市民の多くの命を救い出しました。この協力関係は、戦後の国際な医療支援ネットワークの原型となり、現代の災害救援活動におけるモデルケースとして今も引用されています。そして近年、デジタル技術を駆使した新たな研究プロジェクトが動き出しています。レニングラードバーチャルミュージアムでは、仮想現実技術を用いて、包囲中の街並みや当時の生活空間を精緻に再現しました。利用者は当時の住民の視点に立ち、その過酷な日常を体験することができます。このプロジェクトは若者の歴史認識を高めるため、学校教育の補助教材として導入され始めています。また、人工知能による文献解析も進んでおり、未整理の公文書から新たな人物像や、これまで隠されていた命令書が次々と抽出されています。これにより、従来の資料では見落とされていた微細な権力構造が明らかになり、指揮系統の内部構想や供給ラインを担った地方行政の役割が再評価され、包囲線の全体像がより立体に描き出されています。記念施設の運営では、地域コミュニティとの絆がより強まっています。レニングラード市では毎年夏に、記憶のマラソンというイベントが開かれます。元兵士やその子孫たちが参加し、当時使われていた防護服や装備品を身にまとって市内を走るのです。この儀式は、身体な労働を通じて過去の苦難を体感し、次世代への歴史責任感を育むことを目としています。また、地元の高校では、卒業制作として包囲戦の映像ドキュメンタリーを制作することが必修となりました。生徒たちは、生き証人の口述詩を録音したり、古い写真をデジタル化したりすることに積極に取り組んでいます。外交の面でも、レニングラードの経験が東西関係の緩和に寄与した瞬間がありました。1987年の米ソ首脳会談において、アメリカ大統領は、レニングラードの教訓は核抑止だけでなく、人道配慮が不可欠であるという声明を発表しました。ソ連側もこれに呼応し、市民保護の観点から核戦争の危険性を再考すべきだと答えました。このやり取りは、冷戦終結への真理な転換点であったと歴史学者の間で評価されており、後の核軍縮条約の交渉にも影響を与えたとされています。さらに、レニングラードの遺産は文学以外の表現形式でも現れています。現代アートの分野では、彫刻家のユリア・モロゾフが、氷の心臓という作品を制作しました。凍結した鉄と透明なアクリルを組み合わせたこの作品は、包囲中に失われた命の温度を象徴に表現しています。パリの現代美術館に常設展示されているこの作品に触れると、来館者は寒さと暑さを同時に感じ、歴史な痛みとそこからの再生の可能性を体感できるよう設計されています。経済な側面に目を向けると、包囲後の産業復興は
国家主導の大型計画である第6次5カ年計画の柱となりました。特に造船業と機械工業では、戦時中に失われた設備を最新鋭の自動化ラインに置き換えることで、生産効率を飛躍に向上させました。その結果、レニングラードは1950年代に、ソ連最大の工業都市の一つとして再び国際な地位を取り戻したのです。加えて、大学附属の研究所では、極低温環境における材料の耐久性研究が進められ、これが後の宇宙開発や極地探検に応用される基礎技術となりました。社会福祉の観点からは、包囲中に自然と形成された相互扶助組合の精神が、戦後の住宅政策に影響を及ぼしました。政府は共同住宅を建設する際、住民が自主に管理できる居住協同組合という制度を導入し、食料や暖房の管理を共同で行う仕組みを整えました。この制度は都市部だけでなく農村部にも広がり、地域社会の結束を強める重要な要素となりました。最後に、レニングラード包囲戦の記憶は、未来への継承として新たな形で語り継がれています。2024年に開催された国際シンポジウムでは、歴史学者、倫理学者、そしてテクノロジーの専門家が集まり、飢餓と戦争の倫理限界というテーマで激しい討論が交わされました。そこで提唱されたのが、人工知能を活用した早期警戒システムの構築です。食料供給の途絶や物流の障害が発生した際、国際社会が迅速に支援を提供できる枠組みを整えるという提案です。これは、レニングラードの悲劇を二度と繰り返さないための具体な方策として、各国政府の政策議論に取り入れられつつあります。こうした多面な取り組みは、単に過去を振り返るだけではなく、現在と未来を見据えた実践な学びへと昇華しています。レニングラードの凍てつく街路に灯された小さな灯火は、今やデジタル情報の光となって、世界中の研究者や学生の心に届き続けています。その光が示すのは、絶望の淵にあっても人間は創造と連帯を忘れないという不変な真理であり、私たちが歴史の教訓を胸に抱き、平和への歩みを共に進めていくべき理由なのです。その光が示すのは、絶望の中でも人間は創造と連帯を忘れないという不変な真理であり、我々が歴史の教訓を胸に抱き、平和への歩みを共に進めていくべき理由である。包囲が最高潮に達した1943年の冬、レッドサイドの兵隊部隊は、ラドガ湖の凍結した氷面を利用した氷の道、通称、命の道を拡張し、日々数千トンの食料と燃料を輸送しました。この日神の輸送路は、単なる物流の手段ではありませんでした。寒風に凍える市民にとって、それは希望の光そのものだったのです。氷の上に敷かれた木製の足場は、時に激しい砲撃の余波で崩壊し、多くの若者が命がけで修復作業に当たりました。その中に、当時10代前半だった少女、アリーナ・ペトロブナがいました。彼女は父親を亡くした後、兄弟姉妹を養いながら、日上作業隊の指揮官の助手として働きました。夜になると、自宅の小さな暖炉で仲間たちに熱い湯を分け与えたという証言が残っています。彼女の献身な行動は、後のソビエト連邦全土で青年救助団のモデルケースとして公式に表彰されました。同時期、北側からはフィンランド軍が圧力を強め、レニングラードの防壁を幾度も突破しようと試みました。しかし、ソ連側は地下に広がる巨大な防空坑道網を活用して激しく抵抗しました。この地下坑道は、かつての貿易倉庫や工場の基礎構造を流用したもので、その総延長は約 3km に及びました。坑道内部には臨時の医療ステーションや食料倉庫、さらには小規模な印刷所まで設置され、戦闘の最中でも新聞や宣伝ポスターが定期に配布されました。これにより、市民は外部から遮断された情報に惑わされることなく、独自の視点で事実を把握し、精神な支柱を得ることができたのです。包囲下の産業活動は、極限状態にあっても決して止まることはありませんでした。特にレニングラード造船所では、部分に凍結した河川を利用し、日上での船体組み立てという困難な試みに挑みました。
氷の上に設置された大型テンプレートは、凍結した水面が自然の型枠となり、広範を固定する役割を果たしました。この独創な技術は、戦後の極地建設プロジェクトに応用され、北極圏の石油掘削基地の建設に大きく寄与したと評価されています。また、包囲期間中に生まれた相互扶助組合は、単なる食料共有の枠組みを超え、文化な活動の土台ともなりました。市内の地下室では、秘密裏に弦楽師重奏や合唱団による演奏会が開かれ、古典作品だけでなく、当時の詩人アンドレイ・シェーブチュコフが即興で作詞した歌が披露されました。これらの音楽会は、聴衆が凍てつく空気から一瞬でも解放される聖域として機能し、後世の音楽史家はこれを、飢餓と戦う音楽抵抗と呼んでいます。食料配給制度は、厳格な統制と柔軟な調整が交錯する複雑なシステムでした。配給カードは個人ごとに発行され、毎日の配給量は季節や天候に応じて変動しました。特に1942年の深刻な凍結期には、1日の平均カロリー供給が700キロカロリーにまで低下しました。しかし、医師団は栄養不足による免疫低下を防ぐため、ビタミン C を豊富に含む野生のベリー類を採取し、密封容器で保存して配布しました。この取り組みは、戦後の公衆衛生政策において、自然食品の活用例として教材化されました。シベリアから派遣された増援部隊は、寒冷地での戦闘経験を持つ精鋭として、レニングラードの防衛戦に新たな火力をもたらしました。彼らは白狼連隊と呼ばれ、凍土の中での偵察任務や敵陣への夜間奇襲を敢行しました。彼らが残した作戦報告書は、後にソ連軍の極寒戦術マニュアルに組み込まれ、北方戦域全体の戦術な転換点となりました。1944年の解放直前、ソ連本土から運ばれた解放機が、レニングラードの中心部に掲げられました。旗の掲揚式は、街全体を震わせるような銃声と歓声に包まれ、同時に地下坑道からは灯火が次々と点灯していきました。これらの灯火は、暗闇の中で新たな未来を照らす道標となり、解放後の再建計画の象徴として位置づけられました。解放後の都市再建は、国家主導の大規模計画と、市民による自発な復興活動が融合する形で進められました。新レニングラード計画では、被災した地区の住宅を高層化し、耐寒性に優れた断熱材を使用した新築住宅が次々と完成しました。また、旧市街の中心部には記憶の塔が建立されました。塔の内部の壁面には、包囲中に失われた市民の名前が金属プレートで刻まれています。訪れる人々は、その名前を一つ一つ指で触れることで、過去と現在を深く結びつける体験をしています。教育の面では、包囲戦の歴史を次世代に伝えるためのレニングラード学園が創設されました。学園のカリキュラムは歴史学に止まらず、心理学、栄養学、工学など多角な科目を組み合わせています。学生たちは、実際に残された地下坑道や氷上の輸送路をめぐるフィールドワークを通じて学びを深めています。さらに、学園は国内外からの交換学生を受け入れ、国際な平和教育の拠点として機能しています。時は1943年の春、レニングラードの空気はまだ凍りついたまま、息を吐けば白い霧が立ち込める夜だった。街のあちこちで、か細い灯火が揺れている。その一つ一つが、命の限りを尽くす人々の希望の証だった。市内の医療施設では、栄養失調で衰弱した患者たちが横たわっていた。若い看護師たちが、自宅の暖炉で乾燥させたベリーを再水和し、ビタミン C の濃度を測定する、手作業で記録された、ベリー、カルテは、戦後の食料科学に革命をもたらすことになる。モスクワ大学の栄養学部に送られたこのデータは、後のビタミン補給プログラムの基礎となったのだ。同じ頃、工場地帯では女性たちが汗を流していた。赤い星、赤星、義勇団と呼ばれた彼女たちは、機械の修理や配管の保守を担当し、夜間の氷上輸送路で燃料タンクの漏洩を封じ込めた。氷点下20度の厳寒の中、
自作の防寒マスクをつけ、数時間にわたって作業を続ける。この経験は、後にソ連全土で導入される極寒作業標準の実証例として、技術指導書に掲載されることになる。包囲戦の北側、フィンランド軍との衝突が激化した196日目、ソ連側の偵察部隊は、新兵のイワン・ペトロフ少尉率いる小隊を派遣し、凍土の地下洞窟網を利用した奇襲を敢行した。氷層の厚さを測定するために携帯型の熱感知器を用い、音波で岩壁の内部構造を解析する。薄い部分を見つけ出し、敵陣地への侵入に成功したのだ。この作戦は、ソ連軍の電子戦術部門が後に開発する氷層透過レーダーの原型となり、冷戦期の北極圏偵察に応用されることになる。ラジオから流れる声が人々の心をつないだ。遠隔地の前線兵士や国内外の聴衆に向けて、レニングラードの声という番組が放送された。詩の朗読、子供の合唱、市民が即興で作詞した構想歌、その中でも特に少年合唱団が歌った凍える川の子守歌は戦後の民謡集に収録され、今でも学校の音楽授業で歌われている。これらの放送は音響慰問プログラムの一環として評価され、国際心理学会の歴史事例集に掲載された。解放直後、旧市街の中心に建設された記憶の塔には、金属プレートだけでなく、当時使用された配給カードのレプリカや、氷上輸送で使用された木製パレットの破片が展示されている。来訪者は、これらの実物を手に取ることで、抽象な数字では伝わりにくい飢餓の重みを体感できるよう設計されている。この展示は、ユネスコの記憶遺産認定プロジェクトのモデルケースとして、他国の戦争記念館でも模倣されている。科学の分野でも、レニングラードの遺産は生き続けている。包囲中に収集された血液サンプルは、低温環境下での免疫細胞の変異を示す貴重な資料となり、冷凍保存技術の発展に寄与した1950年代に成立したレニングラード低温医学研究所では、これらのデータをもとに低体温症の予防薬や凍傷治療用の特殊磁気量が開発された。現在でも北極探検隊や南極基地で使用される医療キットの基本設計はこの研究成果に根ざしている。教育の現場でもレニングラードの教訓は受け継がれている。レニングラード学園が提唱した現場学習方式が全国の高校に広がり、学生たちは夏季休暇中に旧地下講堂へ赴き、当時の配給システムや防衛工学を実験に再現するカリキュラムを履修する。近年では拡張現実 AR 技術を活用し、スマートグラス越しに当時の街並みや兵士の姿を投影することで、歴史情景を臨場感たっぷりに体感できるようになった。この取り組みは、文部科学省の歴史教育革新プロジェクトの主要事例として紹介されている。国際な交流も活発化している。1991年に開催されたレニングラード平和フォーラムでは、元ドイツ兵やフィンランド側の退役軍人が共に円卓に座り、互いの戦闘体験とは兵への願いを語り合った。その模様は映像として保存され、毎年の平和マラソンのスタート地点で上映されることで、参加者に歴史の多面真実を伝えている。毎年10月に開催されるレニングラード平和マラソンは、世界中から集まった参加者が氷上の旧道路を走破する途中に設置された記憶の灯台へと到達することで、平和への祈りを具現化するイベントだ。参加者は携帯型の LED ライトを点灯させ、夜間走行時には無数の光が星空のように輝く。その光景は観衆に深い感動を与える。レニングラード包囲戦の教訓は現代の危機管理にも応用されている。国際連合は包囲時に蓄積された食料備蓄と物流ネットワークのデータをもとに緊急食料供給モデルを策定した。このモデルは包囲中に開発された氷上輸送技術を応用し、
雪原や凍結した河川でも物資を安全に搬送できるように設計されている。実際に2022年の東欧大雪災害で効果を発揮したデジタルアーカイブ化が進む中、レニングラードの遺産は新たな命を吹き込まれている。膨大な口述詩や写真資料がオンラインで閲覧可能となり、当時の住民が語った凍える夜に聞いた母の歌や光で見た星空の描写がテキスト化されている。音声認識技術を用いた自動文字起こしは大量の証言を瞬時にデータ化し、歴史学の研究速度を飛躍に向上させた。2020年に東シベリアで発生した大規模な雪崩災害では、包囲時に開発された光トロリー技術が改良され、被災地への緊急物資搬入に利用された。さらに、国連の緊急食料供給モデルは、レニングラードの配給カード制度を参考に、被災地域ごとに個別の配給コードを発行し、透明性と公平性を確保する仕組みを導入した。レニングラードの歴史は、単なる過去の出来事に止まらない。科学技術、文化芸術、社会福祉、国際平和の各領域にわたる多面大産として、現在も生き続けている。凍てつく街路に灯された小さな灯火は、今や情報と知恵の光として、世界中の人々に希望と連帯のメッセージを届けているのである。